こんにちは。お元気ですか？今日は6月30日の火曜日でございます。6月最終日ということで、さっきカレンダー見たときね、今年が半分終わったじゃねえかって思いましたね。はい、これで2026年がもう半分終わったということで、すごく早かったなという感想でございます。これもね、高校生とかね、そういう若い人、10代の人とかだとね、半年っていうのは長く感じたんじゃないかなと思うんですけども、私みたいなアラフィフになるとね、半年がとても早いというかね、やっと2026年というこの西暦のこの年の数字、2026という数字に慣れてきたなと思ったら、2027が始まるとかね、そういう感じですね。あとは単純な年齢のことではなくて、私はね、生活が多分ね、変化がないっていうのもあるでしょうね。一人で家で引きこもって完璧に誰とも関わらずに仕事もしてますし、そういうのもあってね、このルーチンが完璧なる毎日同じルーチンということで、くるくるくるっと月日が経っていくのかななんてちょっと思ったりしたんですけどね。ちょっと今日なんか体がだるくってね、昨日もだいぶっていうか昨日もだるくて、今日もねなんか朝起きてみてなんか体だるいな、やる気が起きねーっていうかね、そんな感じでちょっと困ったなーっていう感じだったんですけど、毎朝ね私急須でお茶を入れて飲むのがもう習慣なんですね。緑茶ですね。日本茶ですね。で、真夏とかでもね普通に急須から入れた熱いお茶飲んでるんですけども、だからねこのお茶を飲む、お茶っ葉を買うっていうのはね習慣なんでね、ちょっとねお茶っ葉がなくなってきたのでね、一昨日くらいかな、ちょっと新しくお茶っ葉買い足したんですよ。で、私もねお茶っ葉ここ数年だいぶお値段的にお安いお茶っ葉を買ってたんですね。だからこの 200g で200g で700円くらいとかね、だから 100g 換算すると350円なわけですよ。結構安い値段ですよね。で、ちょっと前にねさすがにその安いお茶も味的には慣れたんですけれども、ちょっと自分でも少し働くようになって、っていうのはちょっと5年ちょっと前から無職生活、人生お休み期間してたので、その時はねすごい安い 100g あたり350円くらいのお茶を買ってたわけなんですけども、ここ2年くらいね自分でちょっとずつ働くようになってきて、それでちょっとお茶をね、それでも安いんだけど 100g あたり600円くらいかな、いつも 200g のやつ買ってるんですけども 200g で1200円ぐらいだったと思うんで、そうすると 100g 換算で600円かなくらいのお茶に変えてたんですね。で、100g あたり350円から600円になると結構値段は違うんですけれども、味もね明らかに変わるんですよね。で、ただそれでもね、それでもお安めのお茶なので、すごく美味しいお茶ってわけじゃないんですけどそれで一応満足してたんですけども、この一昨日あたりスーパーでお茶買おうって思った時、買う時にちょっとねなんとなく安い方を買っちゃったんですよね。 100g350 円くらいの、つまりね200g で700円くらいの買ったんですよ。で今朝それを久々に飲んでみたら、やっぱ味が全然まずいなって思っちゃったんですよね。まずいなというより美味しくないなですね。だからねちょっとね失敗したかなと思いましたね。
こう 200g のお茶買うと多分2ヶ月ぐらいはなんやかんやで持つと思うので、1ヶ月あたり350円分くらい、それが今まで1ヶ月あたり、600円くらいのものを350円にコストダウンをしたとてですよ。250円ですよね。違うか。いや、そうか。ちょっと今算数ができなかった。だったらね、こう、600円のお茶にしといた方が良かったなと思いましたね。この毎朝飲むお茶があんまし美味しくないっていうことで満足度が下がって、それを埋めるように200円分くらいはお菓子とか買っちゃいそうじゃないですか。1ヶ月換算で考えるとね。そうすると、ちょっとお茶のグレードをね、一番下まで下げてしまったのは失敗だったなって思ったりしました。でもね、200g 買っちゃったから、またちょっとさすがに捨てるっていうのはちょっとありえないので、ちょっと考えようかなって思いますね。お茶って結構味違いますよね、値段で。もう分かりやすく値段でお茶って違うから、単純に、作り方とかもね、なんていうかこう安くなると番茶じゃないですか、いわゆる。番茶っていうのは、何番目に摘んだお茶っていうところからの語源だったと思うんですけど、多分そうだったと思うんですけども。だからもう、一番最初に摘むやつ、一番茶とかはね、一番茶っていうのこれ。すごくやっぱ高くていいんですよね。美味しいんですよ。で、多分そこそこのお値段のやつだと2番とか2番3番くらいとかになってくると思うんですよね。で、だから見た目も違うし、結構こうお茶っ葉の時点でこう茶筒をこうパッと開けて香りを嗅いだ時に全然香りも違うんですよね。お茶のいい匂いと植物っぽいいい匂いと、この蒸した時のこの植物のお茶の清涼なというかね、こういい感じの匂いと、あと私が結構感じるのが、なんて言ったらいいのかな、この旨味成分みたいな匂いをすごく感じるんですよね。旨味があるっていうかね、なんかで味もね、もちろんそれが出るので、全然こう香りも味も違うんですよね。それが350円と600円の値段の差でもあるので、これがね、もうちょっと高いお茶だと全然違うんですよね。だから私もね、サラリーマンしてた時は、つまり6年前とかですよ。お茶はね、ちゃんと 100g1000 円のやつ買ってたんですよ。お茶屋さんで。お茶の専門店っていうのが、町のお茶屋さんっていうのあるじゃないですか。最近はね、こうお茶屋さんっていうのもなくなってきちゃったと思うんですけども、スーパーとかで普通にいっぱい売られてるので、そういう個人でやってる昔からある町のお茶屋さんみたいなの行きつけのお茶っ葉屋さんがあって、そこでおじいちゃんとかがいてそこで買ってたんですけど、それがね、もうさすがに無職生活に入ってからは、それがね、もう 100g350 円くらいのになって、今ちょこちょこ少し働き出したところで600円くらいになったんですけど、多分ね、前回と前々回の動画で言ったように、国民健康保険の金額でちょっとうわーって思って、予想はしてたんですけど、実際見ると、やっぱそうなんですねみたいな感じで結構ショックを受けて、なんとなくね、それもあってつい安い方を手に取っちゃったんだと思うんですよ。別にそんなに、どっちでもいいかみたいな感じで、どっちにしろもともとそんな高いお茶っ葉でもないし、もう一つグレード下げてもなーみたいな思ってたんですけど、やっぱりね、100g350 円と600円では両方安い番茶ではあるにせよ、値段で結構違ったなっていうのを実感しました。でね、私もね、こうたまにすごくこうなんだろう、いいことがあったりとかご褒美とかで 100g800 円ぐらいのを最近でもここ数年でも買ったりとかしたことあったんですよ。自分で仕事をどうにか始めて
今月はそこそこ稼げたかもとかね、去年とかは結構頑張ってたのもあって、そこそこ人並みの月収が稼げたかもって思った時はね、100g800 円ぐらいのお茶買ったりとかしてたんですけれども、やっぱ味が全然違って、まあそんな感じですね。なんだろう、何が言いたかったんかな。とにかく今朝久々に350円 100g350 円のいわゆる番茶を飲んだら、美味しくなくてちょっとテンションが下がったっていう話。そういう感じですね。で、私がサラリーマンしてた時に 100g1000 円のお茶買ってたっていうのは、今から考えるとすごい贅沢なような気もしちゃうんですけども、でもなんか別にね、そんなに贅沢でもないんですよね。こう毎日飲むものであるし、しかも100g って多分1ヶ月くらいは持ったかな、持たないかな。でもね、それでこうなんだろう、美味しいなって、特に朝寝起きでね、こうちょっとまだ寝ぼけてる時の顔とか歯とか磨いた後の最初の儀式みたいな感じで、私結構お茶飲むんですよ、習慣として。それでなんかちょっと気持ちが切り替わってほっとするっていう習慣でもあったので、なんかそう考えるとね、別にそんな大した贅沢でもないんですよね。なのでそうね、私も本当にこう人並みにね、こう収入が得れて、貯金切り崩しとかそういうんじゃない生活に戻れたなら、やっぱ 100g1000 円のお茶とかはね、ちょっと飲みたいなって思ったりとかしました。とりあえずね、 100g350 円のお茶はさすがに失敗したかなと思いました。なんかそれが美味しくないことによって満足度が下がって、ちょっと違うもので穴埋めしちゃうかもと思って、こう知らない間にね、これが穴埋めだって気づいてないうちに、なんかこうね、そういうのって多分あると思うんですよね。しかも別にこれ1ヶ月単位で考えたら200円なんてね、1個お菓子買ったら終わりだったりとか、あとは80円の羊羹とかね、2つ買ったら3つ買ったとか全然普通にありそうだし、なんかお茶っ葉はこれからはやっぱりね、 100g あたり600円くらいのにはしようかなって思いました。はい、そんなどうでもいいことがあったここ2、3日なんですけども。そうだな、あと最近ここ2、3日のことで言うと、これも一昨日だったかな。なんか家でね、私の部屋でね、壁のところであいつが出たんですよ。 G ですよ、 G コックローチですね。ちょっともう名前すら呼びたくないので、あいつですよねが出て、うわって思ったんですよね。うわ、なんであいつってうわってなるんですかね。なんか気持ち悪いですよね。もう気持ち悪いっていう洗脳なのかな。日本国民全部がこう、あいつはすごく気持ち悪いものだっていう風にこみんな言うから、私もそれに洗脳されて、もう気持ち悪いって思い始めちゃったら、もう実際気持ち悪くなっちゃったとか、そういうのがあるんですかね。私子供の頃はそこまでね、うわってなんなかったと思うんですよね。やっぱり大人になった時の方がうわってなって、どうでもいいや。とにかくやつが出たんですよ。うわっと思って。それで、私はね、いわゆるやつを抹殺するためのスプレーを家にちゃんと常備してるんですね。なのでこうなるべく気配を消しながら、この玄関の方にそれが置いてあるんで、それを取りに行って、やつにね噴射して、やつが逃げるもんですから、それを追いながら噴射して、一時期やつはちょっと隙間に入り込んだけれども、最終的に私が勝利したわけですよね。もう本当になんであんな気持ち悪いのかな。で、この噴射とかすると、やつらは平衡感覚がなくなって、こう逆さまになったりとかするわけですよね。
まあそれでとどめに噴射しまくってとどめを刺したわけですけども、まあそれで私はいつもねこう新聞紙とか、まあもしくは私新聞取ってないんで、なんかこうポスティングされるじゃないですか、いろんなものが。まあそういうのを取っといて、そのいわゆるいらない紙にやつをこう中に入れて、こう折った状態で上からこう踏む、一瞬でスリッパで踏むっていうのをした後に、もう中を見ずにこう、まあでかい紙でやってるんでね、こう恐るこうそれでゴミ箱に捨てるっていうのをやって終えたんですけども、なんかね、なんでやつは出るんですかね。しかもなんかこういわゆる台所キッチンがあるスペースに出るんだったらまだわかるんですけど、まあ私が普段いるところに出たからなんでこっちに出るんって思ったんですけど、とにかくね、やつが出た時のそのまがまがしさごめんなさいね、これ本当に嫌いな人はそういう想像すらしたくないと思うんですけども、まあ、うわって思ったわけですよ。でその時すごくこうなんかこうわって思ったのと同時に、今回私が思ったのはすげえムカついたんですよね。なんかですげえこうバーッと出てきた言葉が、なんか家賃払ってねえくせに私のこと脅かしてんじゃねえよっていう言葉が出てきたんですよね。すっごいうわっと思ったと同時に、こううわっと思わされた、私を脅かされたことにすげえ腹が立ったんですよね。私はこうそのね、こう今個人事業主で今年は全然稼げなくて、まあ体調とかっていうかね、メンタルとかまだ 100% じゃないけど、こうやってどうにか頑張って生きてるってのに国民健康保険とかあんな金額くるし、そうそう、全くなんか、なのにさ、こうやって超頑張って家賃とか払ったこの部屋に、家賃も払ってねえくせに私のこと脅かしてんじゃねえよってすっごい思ったんですよね。そうそう、だからやつにすげえムカついたっていう話ですね。なんかそれくらいしかここ数日のことで話すことないんですけど、そうそう、あとね、今日はねすごいこう本当体がだるくてね、まあ、昨日もちょっとだるかったんですけど、まあ、昨日コーヒー飲む予定じゃなかったんだけど、すごいなんかうわ体がだると思って、ドーピングしなきゃと思って、そういう理由で昨日コーヒー飲みましたね。で前言ってたちょっと通販じゃないな、ネットで注文したのが届いてたんで、それをちょっと飲みました。まだこう焙煎したてだったので、ちょっとこんな感じかなと思いながらこう入れたんですけど、まあちょっと40点ぐらいの感じになりましたけど、もともとの豆がいいのでそれでも美味しくできましたね。まあそんな感じで昨日はあのえっとコーヒーを飲んで、そうそう美味しくできたんだけど、ちょっと昨日は初手っていうのもあったので、初手初めてその豆を入れたっていうのもあって、まあ、ちょっと冷めた時にね、良くない苦味が結構出ちゃったなっていうのがありましたね。なんだろう、何の話かなあ、そうそう、ドーピングで昨日コーヒー飲んで、それでやっぱりねコーヒーってこうシャキッとやっぱできたんで、昨日頑張って仕事をその後また、今またちょっと元気になったからやれるぞと思ってやったんですけど、まあそれでもちょっと微妙で、今日になってみてちゃんと睡眠とかもとったんですけど、なんか体調がいまいち優れなくて、もしかしたらこれは更年期の揺らぎの一環なのかなと思いつつ、なんか昨日よりも今日はだるくて、こう仕事をしてたら結構40分くらいで限界が来て、うわダメだもうできねえと思って、もうノートパソコンをパタッと閉じてベッドにゴローンってなったんですけど、やっぱ今日なんかもうできないかもとか思って、何なんですかね、この
なんかこう仕事でも、他のことでもなんですけども、うわーやりたくねーとか、今日はどうもテンション上がんないとか、体だるいなーとか思っても、なんかやり始めたら結構集中してできちゃうとかあるじゃないですか。よくこう作業興奮なんていうね言葉もあったりしますよね。この最初スポーツでも勉強でも仕事でもこうやり始めるまでがうわーって思うんだけど、それをねやり始めて3分とか4分とかすると、だんだん脳みそがなんかこうなんかが出てでなんか集中力が増して、なんか逆に普通に集中して続けられるみたいなね、そういうのがあるじゃないですか。その作業興奮がね、いつもだったらこう続くんですけど、今日とかね結構やってる途中にね、途中で休みたいな、でもまだ20分しかしてないし、なんかでもやんなきゃみたいな感じでやって、ついに40分経った時にもうダメと思ってやめて、つまり作業興奮の興奮が続かなかったんですよね。これってなんでだろうと思って、これってやっぱ体調が微妙なのかなみたいな、ちょっと自律神経が乱れてんのかなとかね、いろいろ考えて、なのでちょっと場合によってはね、今日はもう横になってようかなって思いましたね。で夜とか元気になったら夜やればいいじゃんみたいな感じで、YouTube のねあれも別にアップするのもかなりだるかったんだけど、前回言ったようにね、なんか特に話す内容がグダグダだったり、内容自体がないとか、どうしようもない内容だったとしても、あとはなんか頭が回んなくて何言ってんのか分かんねえなっていうような内容だったとしても、とりあえずやっぱ週に2回ぐらいは喋った方がいいっていう結論に達したんで、その感じで今日もちょっと喋ったよっていう感じですね。そんな感じで、今日はねコーヒーはねちょっとまたコーヒー昨日も飲んじゃったから、2日連続で飲んじゃったから、ちょっと今日はコーヒー休もうと思ってるんで、この気分転換のためにコーヒーじゃなくて冷蔵庫にあった炭酸水を飲みましたね。炭酸水はね特別こう成分的には炭酸と水なのでね、なんか気分転換には結構いいものだなっていうふうには思いますね。結構炭酸水にはお世話になってるとか、体っていうか気分的にすっきりしない時、ちょっと炭酸水飲んでみたりとか、なんとなくこうちょっとビール飲んじゃおうかな、ビール飲みたいなっていう時とかも、ビールが飲みたいんじゃなくて、炭酸のスカッとした感じをちょっと体験して気分転換したかったとか、そういうのとかもあるので、ビールなのかな、それとも炭酸水でいいのかなっていうのを自分で一回問いかけてからこう選ぶようにはしてますね。もう夏なのでね、もうそろそろね、一応私も冷蔵庫の中にビールは1本買い置きはしてるんですけども、それはね本当に飲みたいと思った時に飲もうかなって思ってるんですよね。これがねアイスとかだとね、私置いてあるっていうのをね知ってるだけでもう即食べちゃうのでダメなんですけど、ビールだったらね、私ビールがなくても生きていけるタイプなんだろうなって思いましたね。甘いものとか、あとコーヒー、これがないと多分生きていけないし、家にあるって知ってるとあるだけ食べちゃうけど、ビールとかだったらあるって知っててもちょっと我慢できるというかね、違うもので代替が効くというかね、炭酸水とかそんな感じでございました。ちょっと何が言いたかったのか着地点はないんですけども、そんな感じで2026年が半分今日で終わったねっていう感じでございました。それではまた。